2回目が2022年ですね。1回目が13時間だったんですよ、約。で、2回目は今度は10時間を切りたい。応援してくれてる皆さんがいるっていうことで、もう本当に、やめたいっていうよりも、自分に負けたくなかったんですね。トラさんが始めたマラソンチャレンジが今、いろんな人に影響を及ぼしているということですね。そうですね。目的はやっぱり子供さんたちにね、夢と希望を、提供できれば、一人でもね、笑顔になってね、チャレンジする、そういうものが伝えられたらいいかなと思います。トシジャパンチャンネル。足こぎ車椅子でホノルルマラソン 42.195 キロを完走されたトラさんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最初に、ホノルルマラソン今まで何回3回、うん、チャレンジできました。皆さんのおかげで。はい。最初は何年ですか？2019年ですね。12月8日。もう忘れられない日でございます。ホノルルマラソンのことは後からゆっくりとお聞きしたいと思うんですけれども、トラさんのお体の状態について教えていただけますか？私の場合は、生まれながら小児麻痺という病名がついてまして、両手両足が不自由で、まあ普通に歩くことが困難ね。で、手は鉛筆も持てない。だからそういうことで、まあほとんど勉強もしてないし、学校も行ってないし、家庭環境もね、もういろいろありまして、いろんなドラマがあります。はい。補助具がなく歩くっていうことはできるんですか？子供の頃はなんとか。で、学校もおじいちゃんの自転車に乗ってね。でもおじいちゃんが亡くなってからは学校行かないで田んぼの中にいました。ホノルルマラソンに挑戦しようと思ったきっかけっていうのは何でしょうか？きっかけは、最初のきっかけは、中学1年の春に運動会がありまして、無邪気だったんですね。もう普通に歩けない、走れないのが、参加したんですよ。したら本当、20メートルぐらい走ったら、先頭に抜かれたら、周回のマラソンで、もう走らなくていいってどかされて、もうそれがもう人前でね、歩くのも走るのも嫌だっていう、それが、60年したら、復活して、マラソン出たいなと思ったんです。それでこの車椅子に、足こぎの車椅子に出会われたということですか？いや、その前に、12年前に、私の尊敬する社長さんたちと出会って、その方たちがホノルルマラソン出てる。で、初めてホノルルマラソン知ったんですよ。時間制限がない。いやー、出たいなと思ったんですね。でも、自分の状態では出られることがない。でも、やっぱり、ハワイが憧れてたもんで、いつも自分に出たいなと思ってたら、8年前に、この車椅子と出会ったんです。8年前と言いますと、2018年頃？そうですね、17年かな。でその時に、この車椅子だったら、ホノルルマラソンに出れるんじゃないかって思われたんですか？そうですね。これ、本当に初めて出会って乗った時に、もう足の痛みもなく、3メートル、5メートル進んで、いや、これすごいなと思ったんですね。まあ感動したじゃないけど。感動しましたね。この足こぎ車椅子に出会われて、初めてチャレンジしたマラソンっていうのはどこですか？まず第1回目は板橋なんです。板橋の、1キロのマラソンに参加しました。で、2回目が前橋、渋川シティマラソン、10キロに、特別参加ってこと、これも前橋の市役所に行ったんですね。そして、スポーツ振興課の方に行って、これを乗ってもらって実際に、じゃあ参加できますかって言ったら、OK もらったんですけど、ところがクレームが来たんです。警察から。警察から。どのような。自転車じゃないか。ダメっていうことで。で、スポーツ振興課のね、トップの清水さんっていう方が、警察に、僕は全部責任持つから出させてくださいと。で、特別に。で、清水さんから言われたのは、石井さんが出ることによって、群馬のね、
高齢者の方や、ね、障害を持っている人たちに勇気を与えられるから、もう出てくださいって頼まれました。じゃあ最初に、長い距離10キロ10挑キロ。戦したということですね。その10キロは走り切ることができたんですか？そうですね。一番きつかったのは、利根川のね、利根川沿いに出る時の坂道。この時にね、もう涙がボロボロ出ましたね。もう足を切りたいっていつも思ってた自分の足が、こうやって足を見ると動いてるんですよ。それでね、もう感動して、もう涙が止まらずね。それで、ゴールまで行ったら、もうね、私の場合、90分のところが100分かかりまして。でもゴールの人が待っててくれてね。もう今もう涙が出ちゃうんでするから思い出すと。そうすると、後ろを見たらね、車が渋滞してるんですよ、あっちの後ろに。オーバーしたけれども、みんな待ってくれて、待っててくれたんですよ。応援してくれたってことですね。ありがたいですよね。その時に、ホノルルマラソンも、これ完走できるって自信がついたですね。2019年に初めてホノルルマラソンにチャレンジしたということなんですけれども、その時の何か思い出とかございますか？思い出はですね、2019年も初めて参加したんですけど、その時に、お金もね、いろんなところにお店に募金箱を置いて、応援もお願いしたり。で、一番感動したのが、心に残ってるのが、越谷市にセブンイレブンさん、そこに募金箱を置いといたんですよ。したらそこに、ちょっとね、知的障害を持ってる女の子が、産業所の帰りに、トラさん頑張ってってチャリンって入れるんでそれをオーナーさんから聞かされたときに、もうお金じゃないっていうね。それが私のホノルルマラソンの原動力になりましたね。ホノルルマラソンに参加するために募金を募ったということですね。そうですね。要するに、多分お金があって健常者だったら私の場合は、ホノルルマラソン行ってないし、チャレンジもしないと思うんですね。で、やはり何かって言ったら、多くの人に障害を持ってても、ね、ホノルルマラソンにチャレンジするっていう、それを知ってほしいっていう気持ちが大きかったんですよ。だから、各お願いできるところに募金箱を貸してもらって、募金をして、はい。2019年に初めて参加されたときは、お一人で参加された。はい。で、それも、この車椅子と出会って、もう感動してね、ホノルルマラソン事務局に電話して、マラソン出られますかって言ったら、OK ですよって言われて。そして次の年に、2019年の4月に、24,000円振り込んだんですよ。エントリー代を。で、1週間したら、石井さん出られませんって。返事が。フルマラソンは出られないと。10キロだったらいい。どうしてですかって言ったら、要するに、ホノルルマラソンの規約に、障害者と7歳以下の子供さんには必ず伴走者が必要と。だから石井さんの場合単独だから無理です。10キロだったら OK ですよって言われたんです。どうされたんですか？私はもうそこで電話で一生懸命お願いして、じゃあ、ハワイのね、大会の本部に電話入れてお願いしてくださいって言ってたら、1週間ぐらいしたからかな、電話に来まして、じゃあ今回ホノルルマラソン始まって以来、特別参加っていうことで参加が OK になったわけですね。OK になったんですよ。初めてホノルルマラソン参加されて、コースとかいかがでしたか？そうですね。やっぱり初めて自分の夢を叶えるっていうね、思いで参加したもので、でも、そのホノルルマラソン行く前に、私にアドバイスしてくれた方が、トラさんの場合はホノルルマラソンをね、自分の夢だけじゃないよと。トラさんがそのホノルルマラソンを走る、後ろ姿を見せてあげてください。そういうアドバイスされていたもんで、あと、さっき言った募金箱にチャリンって入れてくれる子があって、ちょうどホノルルマラソンがね、当日、小雨だったんですよ。で、ダイヤモンドヘッド。もうきつい。山登りですよね。そう、タイヤ滑るね。タイヤも滑る。でもそれを募金してくれてる人たちの思いをね、自分の心に込めて、前方を見たら走れないんで、もうすごい坂道ずっと続くんで。
だから足元だけを一生懸命越えてね、うん。チャレンジした思い出があります。うん。もう途中で諦めてやめようと思いませんでしたか？それはなかったですね。まあ辛かったですよ、体は。普通の方が走るのと違いますから、やっぱり自分の体重と足こぎ車椅子の重さと全部足首に来るんで、もう辛いことはありましたけどね。でも応援してくれてる皆さんがいるっていうことで、もう本当に、あ、やめたいっていうよりも、自分に負けたくなかったんですね。うん。強い精神がありますね。はい。これまで3回ホノルルマラソンにチャレンジされて、3回とも 42.195 キロ完走していると言ってるんですけれども、あとそれぞれの大会で目標も設けられたって聞いたんですが、それについて教えていただけますか？2回目が2022年ですね。そのは何かって言ったら、目標時間を10時間を切りたい。1回目が13時間だったんですよ、約。で、2回目は今度は10時間を切りたいということと、砂浜も子供の頃のね、夢だった、そのみんな夏休みになるとね、みんな海に行ったとか聞かされてると、自分は海にも行かれなかったから。で、その砂浜を歩きたいっていう夢があったんで、その2つの夢をね、目標にして。両方とも、成功された。10時間切りました。で、砂浜を歩くのも、皆さんの多くの方からね、ご支援をいただいて、もう一回、もうゴールした時には疲れ切っちゃってて、もう2つ目の砂浜を歩くっていうところを忘れてましてね。そしたら、本当に応援してくれてるね、方が、トラさん今どこにいるのって言うから、いや、もうゴールしましたって言ったら、じゃあ2つ目の夢を叶えようよって。わざわざホテルから来て、ね、みんなに声かけてくれて、アメリカのね、方たちにね、そして私の靴を脱がしてくれて、靴下を脱がしてくれて、で、皆さんに担がれて、初めて砂浜を歩きました。すごいですね。お一人じゃ砂浜歩けないですよ、もう。ですね。だから私が、行くっていうのも、本来は2回目も伴走者がいたんですね。でもその方もちょっとワクチンの関係とか、で、もう一人の方はお母さんが急病っていうことで、結局は単独になって。だから2つ目の、これは絶対無理だと、砂浜を歩くっていうのはね。じゃあやるとしても、はい、つくばっていこうか。まあそんなことがあったんですけど、やっぱり人生ってドラマチックで、やっぱりハワイってのは心がおおらかで、皆さんバリアフリーがね、気持ちもおおらかだし、もうアロハ精神で、もう夢を2つ叶えました。ファイト、頑張れ頑張れ。3回目はマウイ島が大火事になったですよね。で、ハワイの人たちも本当にね、悲惨なことがあって、
で、何かのお役に立ちたいなと思ってたら、やはり現地でお金を使うのがいいっていうことで、また皆さんの応援があって、で、今度は何かと、オールピンクでね、上から下までね。で、その後目的は何かって言ったら、この車椅子から降りてスタート。ゴールも降りてゴールするっていう。まあ、それも実現できました、おかげさまで。おめでとうございます。最後はじゃあ、ゴール手前で車椅子を降りて、自分の足で歩いてゴールされた。そうですね、当時3回目、その11時間漕ぎっぱなしですからね。車椅子から立てないんですよ。そしたら、ゴールの担当の方が来て手伝ってくれて、立ったんですけど、手を離された瞬間にね、真後ろに倒れましたからね。あれ、頭打たなかったでよかったなと思ってね。頭打ってたらアウトで。確かに。そうですね。で、それで車椅子を押しながらゴールできた。自分で押していきます。最後まで。ホノルルマラソンに参加されて、何か感動されたこととかございますか？一番は、よくホノルルマラソンって人生を変えるよって聞いてたんですよ。人生観をね。本当変わります。変わりましたか？どのように変わりましたか？時間に追われない。あと、人とね、比べない。で、マラソンを楽しむ。だから、世の中今ね、時間に特に追われちゃって、仕事に追われて、ね、あっという間に一日、なっちゃいますよね。マラソンもそうなんですね。皆さんも素晴らしい方たちは、もう自分のタイムを争う。ね、タイムを争ってる。これも悪くはないです。でも、ホノルルマラソンは、世界のね、市民大会で一番高低差が厳しいマラソン大会なんですよ。だから時間制限がないから、本当にマラソンでベンチで寝てる人もいるわ。私らが大手のスーパー行ってトイレ借りたり、もういろんなことをしながらね、もう楽しみながら。逆に、ホノルルマラソンでとても困ったことっていうのはどういうことでしたか？それはやっぱりトイレですね。トイレが一番、まあ、これマラソンだけじゃなくてもそうなんですけどね。やっぱり障害を持って車椅子の人たちっていうのは、やっぱりどこ行ってもトイレ、まあ普通の方もそうですよね。で、ホノルルマラソンの場合はトイレは10キロまではないんですよ。13キロぐらいに行くと、公園の中に、芝生の中にあるんですよ。だからこの車椅子で入っていかない。芝生の上は走れない。いや、走れますけど、段差があって、そこまで行かれなくて。バリアフリーにはなってないですね。まだ公園の中はね。だから一番、私の場合は、マラソンの中ではやっぱりトイレ。トイレは推薦じゃないですからね。それでもその芝生の上のトイレも利用されたんですか？それはしてない利んですか？用しましたよ。しました。やっぱり周りの人が手伝ってくれるから。だからそこはすごいよね。周りの知らない人が知らない人が手伝ってくれる。手伝ってくれる。最初恥ずかしかったですけどね。でもね、やっぱりありがたいですね。素敵ですね。トラさんがこの車椅子、足漕ぎ車椅子に出会う前っていうのは、今ほど行動範囲が広くなくて、何か引きこもりとかそういうことになっちゃうんですか？それはありましたね。これでも車の免許持ってますので、やっぱり車で移動する。で、駐車場に置いたらすぐにお店に入らないと。
キャリアバッグでね。キャリアバッグ。要するに杖をついてたんですけど、杖を使ってたんですけど、手が不自由なので、ちょっと転んで手のひらをひびが入ったことあるんですよ。それでも杖はダメっていうことでキャリアバッグ。だから行動範囲は本当に狭いですね。旅行用のキャスターがついている、はい、そうです。キャリアバッグを支えに歩く。歩いてる。で、足が痛くてもう生きてるの嫌だっていう時に車椅子と出会ったから特に感動があったですね。今はこの車椅子でいろいろなところに出かけてらっしゃるんでしょうか？そうですね。もうほとんど、行きたいところは行ってますよね。だからありがたいのは、バスとか電車でね、スロープを出してくれますよね。運転手さんとか車掌さん。それが当たり前になっちゃいけないんですね。私はいつも自分に問いかけてるんですけど、ありがとうっていう。おかげさまって。皆さんのおかげでやっぱりね、いろんなところ行かれるわけじゃないですか。でもそれが自分が当たり前になっていくと、やっぱり私がってなっていく。それじゃなくてね、ありがとうっていう輪をね、広めていきたいなと思ってます。東京はいろんなところでそういうサポートもあるし、そうですね。バリアフリーも進んでいると思っていいんですか？いやー、まだ半分もいってないじゃないですか。一番感じるのは、お店に入ったら、お店の通路にカゴがあって、そこに荷物が陳列してある。これどうする？ハワイないんですよ、それが。だからハワイの段差の、歩道と道路の段差も、ちょうど車椅子が通れるところは真っ平ら。そうするとまだ東京は遅れているところもありますか？そうですね。あと、笑顔がね、もう少しね、なんていうんですかな、心のゆとりを、いろんなことがありますよね。だから、自分はできるだけ笑顔でね、人に笑ってもらえるように努力しようと思ってますけどね。笑顔になってもらうように。今はもう寅さんの存在自体が周りの人を元気づけたり勇気づけたりをしてるというふうにも聞いたんですけれども、例えばどういう例がございますか？だからコロナとかね、そういうことがあって、いろんなね、経済的なこともあって、じゃあもう暗くなるの分かります。多分自分もこの車椅子と出会わなければ多分そうだったと思うし。で、やっぱり人は見た目なんですね。で、心が表に現れる。心は目は心の窓っていうように目に現れるし、私が言ってるのは、じゃあ顔はって心の表玄関。服装もそうですよね。見た目で相手が笑顔になってくれることが、その笑顔は寅さんの今パワーなんですよ。だから一日何十人に笑顔になってもらおうか。何人にありがとうって言ってもらおうか。そういう今ちょっと自分の心磨きしてます。あと何か寅さんの存在を知って元気になられた男の子もいらっしゃると聞きましたけど。そうですね。去年、寅さん、クラファンをね、ホノルマラソン行くために立ち上げて、で、その時動画が欲しいということで、大阪の淀川でマラソン大会がある。じゃあそこに参加したんですね。そしたらミキヤ君一緒に参加していて、で3キロのマラソン一緒にチャレンジして、一番感動したのがミキヤ君が私に抜かれまいと思ってね、ゴール前でね、一生懸命すごい漕ぎ方を見たときね、いや、この子すごいなと思ってたんですよ。で、ゴールして、で、そこで寅さんが抜かなきゃいけないから。抜くかわけいけないってで、ゴールしたときに、いや、すごいなと思ってね。したら、もう、その流れから、そしたら、ミキヤ君がね、今年、3年前ですよ、病院の先生に、将来、ミキヤ君は歩けなくなる場合があると。可能性もあると言われたら、車椅子で3年間頑張って、ミキヤ君の努力で、今年なんと、新学期、ランドセルを背負って歩いていくってすごいですね。ランドセルを背負って学校に行くんですよ。もっとドラマがありますけど。
ミキヤ君もホノルルマラソン10キロ出ます。あ、すごい。去年の11月に出会ってて、はい。で、まあ、いろんなミキヤ君の心境もあるだろうし、まあ、子供さんだから成長は早いですよね。で、ちょうどこれもドラマがあるんですけど、もう6人、もう最初、寅さんチームは6人でストップかなと思ったら、あと5人が決まってて、そしたら2人が追加になっちゃったら、7人になっちゃったわけですよ。もう1部屋追加したと。そうすると5人の枠ができた。はい。で、もう寅さん直感で、もうミキヤ君のお母さんに連絡して、5人空いたんだけどどうしますか。で、1週間後にミキヤ君のお母さんからね、はい。せっかく寅さんとご縁をいただいた縁を大切にしたいと。はい。で、ミキヤ君は双子なんで、双子のミキヤ君のお兄ちゃんとお母さんとおばさんが参加する。すごいでしょ？すごいですね。部屋が開くってのもすごいでしょ？ご縁ですね。縁ですよ。それを生かすミキヤ君のお母さんがすごいよね。ねえ。だって、渡航費4人だと約200万以上かかるわけじゃん。ね。それを、まあ1週間悩んだけど、寅さんとの縁を大切にしたい。あの一言はね、すごいなと思いましたよ。最初は一人で始めたホノルルマラソンチャレンジだったんですけれども、今は寅さんに応援団がいらっしゃるって聞いたんですが、その辺教えていただけますか？はい。本当に1回目、2回目、3回目全部ね、寅さんの一人の珍道中で、ホノルルマラソン、やってきたんですけど、今回は、ホノルルマラソン行くって決めた時に、本当にくにちゃんっていうね、ポップコーンをやってる方に相談したら、私も行くと。すげえな。ちょっと待ってよ。で、まあ、それから、ひよりんさんって言ってね、1年前に出会った彼女が、じゃあホテルは私が取りますと。で、そういう流れから行って、今、総勢、トリさんを含めて18名で、で、そのうち4人がフルマラソン、3人が伴走してくれて、で、10人が10キロ。もうすごいですよね。奇跡もいいところですよ。もう大会にね、海の大会に一粒のお米をね、落としたものが、それがもうどんどん波が大きくなって、大きく帰ってくる。だから、やはり自分のやってることを、後ろ姿を見せていかなきゃいけないなって痛切に感じてます。寅さんが始めたマラソンチャレンジが今、いろんな人に影響を及ぼしているということですね。そうですね。目的はやっぱり子供さんたちにね、夢と希望を、提供できれば、一人でもね、笑顔になってね、チャレンジする、そういうものが伝えられたらいいかなと思います。やっぱり人それぞれ何かの使命があるんじゃないかと思うんですね。この地球っていう星に生まれて、人として生まれて、そういう、まあ、原点をね、考えたときね、やっぱり自分はやっぱり命を与えられてる。奇跡ですよね。心臓さんが動いてくれてると。まあ日々。あとこう、見た感じのお洋服とか、帽子とか、とても目立つ服装されてますけど、この辺はどういう理由でそうされてるんですか？これはやっぱり人にね、注目されなきゃいけないと。見られなきゃいけない。じゃないと、やっぱりこの車椅子で地味に静かに走ってても注目度はないわけですよ。じゃあ少しでも明るくしていくことによって、通りすがりの方が見てくれたり、今、アメ横にもね、行くんですけど、アメ横で飲んでる方たちがね、まあ、笑ってくれる。で、目と目が合うとね、そこに行ってお話しして、ホノルルマラソンの話をする。応援しようよって、まあ、飲んだ勢いかもしれないけど、募金してくれたり、今、フェイスタオルとかハンカチもね、販売してるんですけど、応援グッズとして、それも購入してくれる方もいる。だからそれはね、お金で買えるかもしれないけど、その人たちの気持ちが、心はお金じゃ買えないから。だから、そこを普通に見ちゃうと、なんだ物売りかとかね、なんかになるんだけど、じゃなくて、
その人の真心っていうのはお金じゃ買えないじゃないですか。うんそれを今、痛切に感じています。うんだから、ホノルルマラソン、今年のホノルルマラソンは絶対成功させる。うんで、もうゴールを突き抜けたときにね、はい。それが最高の皆さんへの恩返しかなと。 2025年12月のホノルルマラソンにすでにエントリーされて、うん、大応援団とともにうん。参加されるということなんですが、今回のマラソンの目標とかござい目ますか？標はですね、マラソンの目標で言えば、うん9時間以内うん。 9時間以内でゴールすると。で、それで、あと、やはり、スタートとゴールは、この車椅子から降りて。で、ゴールは、まあ、誰かが乗るんでしょうね、ここにね。あ、この車椅子に誰かがこれはもうサプイライズですよ。ホノルルマラソンを走ってる間に誰が浮かんでくるかですよ。ズ、直感でね、うん誰を乗せるか。はいうん。うんそういうサプライズとか、あと、マラソン終わったら、障害者の施設かね。うんホテルがあるんですけど、リッツ・カールトンかな、ホテルが、障害者さんとか、薬物使用の人たちとか、そういう人たちを支援してるクッキー屋さんがあるんですよ。そこにも行こうと思ってます。わかりました。そこに繋がってるんで。うんうん。だから本当にマラソンだけじゃなくてね、やっぱりそういうところに、お尋ねしてね、うん。みんなでね、友好、少しでもちっちゃなね、ことですけど、つながっていければなと思ってます。わかりました。ホノルルマラソン、これからもずっと参加されるお気持ちでしょうか？気持ちはね。まあ、これはまだ発表、これからで。まあ、皆さんのね、やっぱり、ね、ある方が言ったんですけど、休むのはお迎え来てからってね。やっぱりチャレンジする精神がなかったら、ね、やっぱり、クラウドファンディングでやっぱり車椅子も購入できたんで、だったらその車椅子を、ホノルルマラソン用として、ね、天からね、与えられたもんだと思うんで。だったらまあ来年もチャレンジしなきゃいけないんじゃないかなと。そういうふうに思ってますけどね。じゃあ元気なうちはいつまでも参加されたいということそうですね。うんやっぱりそういう仲間がね、募ってくれば、皆さんにそのミキワ君、さっきのミキワ君じゃないですけど、そういう一つ一つの輪がね、つながってみんなが笑顔になれるといいかなと思ってます。わかりました。最初は自分のために始めたホノルルマラソンそうでチャレンジすね。でしたけれどもね、うん。今はもう周りの人に笑顔を届けるためにうん参加されるということで、これからもぜひチャレンジ続けていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございましいや、た。どうもありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.